柔道っていうのは、ここでも先生がやった時に言ってましたけどね、こういうふうに握らなかったんですよ、小指。これはね、小指は屈筋系なんですよ、体が。俺のもんだみたいになっちゃうんですよ。でもね、昔の柔道っていうのは、こっちよりこっち使ったんですよ。こういうふうに相手っていうのは、割と簡単にこれが、小指側やっちゃうとね、向こうに連絡しちゃうから、セコムがかかっちゃうんですよ。でもこれを小指が外すと相手っていうのは来る。だから相手が本気になる前に倒れてるということが一つなんですね。相手のやる気をどんどん起こしちゃったんです。ちょっとやってみましょう。練習として、柔道じゃないんだけど、小指側をしっかりするのと、小指をしっかり持って相手を誘導するのと、相手はこう持ってもいいですよ。なんか分かんないように柔道ってこう持つんですよ。これを内側から持たないで、小指を使わないで、上のつまみでグッとやると相手動くんですよ。ちょっとやってみて。はい、どうぞ。はい、どうぞ。もうちょいでしょ。で、いいですか、こうでしょ。頑張って。抵抗する。ね、もう一つ。そうです。傾向の対策を取らせない。だから稽古はね、1回から勝負なんで、ちょっとのした工夫ですごく変わります。僕はもうこれ仕事としてないから教えますけど、皆さんは教えなくていいですから、ノートに書いてください。相手とね、背の低い人の方がうまくなりやすいんですね。やっぱり普通のリアルでやってるとかなわないから。だけどやっぱり無意識に教えないんですよね。だって同じリアルを体が大きい人を使うともっと効くからだと思うんですけど、わからないんですけど、本当のことはね。ですからちょっとしたコツでものすごくあるということだけは覚えておきます。でよくある、はい、次行きましょう。はい、お願いします。よくあるパターン、こういうのありますね。こう持つ。こう持ちますね。でこの持たれ方で全部決まっちゃうんですね。でこの持たれ方がこう今相手の方が主体になってます。これはもう僕は持たれてます。でもこういうふうにすると相手の流れが変わってきちゃうんですね。こうやってこれがこう乗っかっちゃって、ちょっとこうやって変わってきます。これはね、ここの中の合わせがちょっと違うんですね。まずね、持たれたら反射的に抜こうとするんですね、相手は。で抜かせまいと思って持ってるんですよ。でもっと焦ってます。相手に協力するんです。そうすると方向性が違うんですね。だから持った手をね、もっと密着させてあげる。若干の隙間があるんです。手を変形するとね、ピタッとくっつくんです。ピタッとくっつくとね、持ってる方が持たれる。はい、やってみましょう。どうぞ。はい、持ってる方が持たれちゃう。持ってる方が持たれちゃう。っていくみたいな。コントロールみたいなのが。はい。はい、ちょっと見てください。片手持ちのこっちの指投げとかありますけども、例えばいろんな形がありますので、どっちもいい。これを持たれて技をかけるとも、このままからこうやってかけてもですね、これほとんど相手の協力です。ここで逃げていいんですからね。だけどこれがこうやってやると
相手がこれでかいのこれもうやらせなんだよ。でもこうなってるともうほとんどもう関係ないよ、相手の方がで自滅してるんです。で僕がこの一瞬でもこいつお名前ですよ。中島です。レゲシエっていうのもここダメなんです。もうここがくっついてるとこうやってると中島さん大丈夫ですかってこんなそうそうと思うともうすぐ相手が方向性持っちゃう。だから本当に塩田先生に倒されてもね不快感がないんですよね。不快感がないんですよね。例えばこう来た時になんか技かけられれば分かるけどその前にこうされたりするんですよ。だから俺いなくなってるけどここにいるけどどうなってんのと思ったら自分で飛んでるんですけどもそこにこうなんていうんですかね倒そうって気がないですからだから今の持たれたのをあれにして自由にちょっともう少し自由に動かしてみてください。はい、お願いします。はい。自由に動かんのとどっちの敵？どっちがいや、一回持たないとこれね、そうもううわごめんなさい。全然このままこうついたまま。めちゃくちゃ面白いな。いや、めちゃくちゃすげえな。養親館で合気道を教えたときに、初日に合気道を教えた女性がその日の夜ですね、小金井とか暗いとこだったんで、痴漢に襲われたんですね。で、初日ですから何も教えてないので、その人がやることないから構えたんですね。構えしか知らないけど、構えたんですね。こうやったらなんかわかるんだけど、こんなの何やってんだこいつって思ってですね、一瞬どういうわけですね。その瞬間にキャーってですね、そしたら相手が逃げてったんですけど、やっぱり想像と違うことされるとね、相手ってのはね、非常にね、びっくりするんですよ。もう一つね、1ヶ月がなったんです。うちに帰った途端に泥棒が入ってきたんです。でいきなりこう手を使う。ね、片手持ちの四方だけの時ですね。そしたら、ちょっと皆さんもやったでしょ、片手持ち四方投げでやったと思うんですね。こうやって、入った後に取られたんですよ。こうやって。普通取るんですよね。そうすると、あなたばっかりだからしょうがないから、こうやって持ったんですよね。相手が持ってくるのに、持つ人っていますかそう相手はですね、これを取ろうとしたんでしょうけどね。ちょっと余計怖いから、一生懸命持つんですから、これは真剣になって取ろうとするんです、これ。そこで初めて視覚が逆になって、これもやっぱり、ギャーってですね、そうやっていうことが言えるような、ね、どこの世界いますか、持ったら持たれる。ね、一回ね、僕の青山の事務所に前にオートバイを出たら、窃盗団がいたんですね。2人がかりで鍵を外して、それで反対側に車があって、これが取ったら乗せようと思ったんですよね。こうやった時に、もちろんパンチだっていうのは簡単ですよ。内緒になっては簡単ですよね。でもまた来るでしょ、どうせ。徹底的にしなきゃいけないから、こうやって一生懸命やってるところに、こう肩を持ってですね、何やってんの、これ見ない、大事なことは見ないことだ。あなたも俺のだよ、こんなことしちゃダメだろうって言って、もう肩持たれてね、説得されるなんて考えますからね。向こうはもう手震えてきて、戻せって。全然いいよ、俺が言ってやるから帰れよって言ったんで、2人してバイクをバーッと帰って向かい側の車もバーッと逃げてた。でそれ以来その通りはもう人が来なくなりましたね、窃盗団がね。だからこれも全部意外なんですよ。合気道は意外なんで、頭が柔軟な人じゃないとうまくならない。取り替えていかない。今までのです当たり前に思えるけど、片手持ちっておかしいんですから。あえて持たれた時に持つっていう、もうこの最初の初動がほとんど決まってくる。で、一番大事なのは片手持ちとか多いですね、胸持ちとかね。全部もう合気道家に触ったら相手は終わりだって普通ない。だって自分のものになるはずが相手にこう捉えちゃうわけですよ、重心を。
だからもう何遍も言いますが、何気なく秘伝を教わってるからね。昔は一つ技習うんでも簡単に言うと、武田総学先生が上島先生が教えた頃は1個教えるの安くて5、600万ですからね。20ぐらいは教えると山1個売らなきゃいけないぐらい金取られた。皆さん何気1、2、3と覚えてるけど、よく頭に考えてください。持たれたらもうお金おかしいなと。で犯人敵のなったつもりで考えてください。こう持たれたらこうするっておかしいなっていうの。それはあらゆる稽古に全部ありますから覚えておいてください。それは一つ。さっき言ったこのため腰というのはいろんなところで使えますから、こうしちゃうとダメなんですが、こうしてお辞儀するだけでよくありますね、会社先生のね、お辞儀のやるポーズをね。やりましょう。はい。例えば、こう肩持たれるとですね、肩持たれてフックをしてください。これをこうしてもなかなか来ないんですけど、これがフックを来てると、もう本当にこう、自分が頭下げるだけで相手がこうぐーっと崩れる。でこれがこれがこうするのもダメなんですよ。このようにね、ハンジさんね、ハンジさんにこうしたと思ってる。でもこれがピタッとあって一緒に頭下げてる限り相手崩れてる。だから全部考え方が普通と違うってことを覚えておいてください。そしてこの簡単な田植え腰、この論理ですけど、これがいろんなところに使われます。で、うまく決まった時って力加わらないですよ。ねえ、皆さん打ったことないと思いますが、ホームランって当たると本当に引っかかるんですよ。ホーンって飛んでくる。ホームランとないで。ね、相手がホームラン憲法ですから、ピタッと自信が合うとですね、抵抗ないんです。そういうもんだって覚えておいてください。